今回は前回かな、こちらのヘアピンカーブ、ここの左折した先123秒でここへ出てくるっていう謎の道なんですけども、その3秒で到達できる道が20分以上かかるという道なんですけど、その先の脇道があったんですよ。そこを追求してみようと思っております。よろしくお願いします。で、正直いけないかもしれません。どうなることやら。ここは前回やってますので早送りさせていただきます。ここではない。あれだね、前来た時はまだ夏ぐらいやったからですけども、落ち葉の影響ですごく滑りやすい&路面が見えないぐらい落ち葉が落ちてますね。ここかな？ここじゃない。ここですね。前回はこのまっすぐを行ったんですけども、その時もこの左に何かあるぞと言ってて、でマップ見るとただ点線なんですよね、表記がね。点線だから怪しいんですけど、とりあえず行ってみましょう。ここからが、スタートと今日のスタートとなっております。よろしくお願いします。今のところは舗装されてるけども、どうでしょうねこれね。あれと思ったらいきなり通行止めだよ。ダメだ、封鎖されてますね。これ違うな、これ道じゃないのか。戻ります。あれこれ違うのか。これなんか畑のその作業小屋みたいなところが出ましたんですけど、地図違うのか。若干ずれてんな。一本筋違うのかな、どうかな。でもこの左なんてあるのかな。こっちかすいません、こっちでした。逆に怪しいような、こっちの方がぬかるんでるというか、雨降りなんでね。今は雨降ってないけど濡れた路面なんでね。さあどうでしょうね、ここから先。で一応マップ上で行くと、広域機関林道西部1号線かなにつながると思われるんですけども、正直自信がございません。っていうのがつくとかつかないじゃなくて、倒木とかその道がないとか、そういった可能性がありそうなんで、そこが不安ですね。縄してあるな。この縄はダメだね。この縄は行っちゃいけない縄だね。これはダメだ。獣よけの柵とかじゃなくて、これは入るなと言われておりますなマジか。ここからってとこでダメでしたね。出口を探しましょう。ちなみにこの下行くとおそらく畑の場所でしょうから、ここはこの下はあれですね、畑の場所ですから入っちゃいけませんね。
そっか、なんか一般公道、一応ね地図上では一般道なんですけど、こうやってまあこんなロープ張ってあったらそこを無限にしていくわけにもいかないんで、企画倒れたんよ。では反対側を見に行ってみようと思います。こちら中山隧道かなってなってまして、ここは府中馬借街道となっております。いや向かう道か。この道の全貌というかトンネルの旧道ですよねは過去動画でありますので、そちらをご覧ください。今日はそちらとは趣旨が違います。トンネル旧道に関してはまっすぐとなります。今回はこちら右へ曲がります。よいしょ。ここのルートは初めてかな。撮影的には初めてだと思いますね。まあいずれこちらの林道の全線動画は出そうと思っておりますので、今回はさらっとやっておきますけども、どこへ出るのかね。これ一旦止まって探さないとあかんねこれ。はい、南越前町境ですね。ここで一旦止まりましょうかね。あ、違う、今通り過ぎたのか。これが町境でしょう。あ、意外とこの辺まで来てたんだ。あ、そうなの。ちょっと降りようか。この辺りに左曲がる道があるみたいですね。あ、これか。これはちょっといかれんなU ターンします。ここですね。ここだ。でもこれ車通れる道じゃないよな。ちょっと車では危ないわこれは。触りだけ行きますけど、これは車道じゃないよね。これ帰るの大変だな。行くのはいいけど。要はこの道がそうですね、さっきの道につながってんだね。一応ここは車道表記やけどやめとくか。帰るのが大変だ。これはちょっとあそこからはもうダメかな。ここまでにしときましょう。はい、なるほどね。まさかの歴史ある道でした。ちょっとこの先は行かないでおきます。はい、降りてみました。この先はね、一応車道、ちょっと表記としてはここから徒歩道になりますんで、ここでやめますけど、なんと歴史ある道みたいですね。知らずに来ましたけども、府中馬借街道と申しまして、こちら詳細は読んじゃってください。先ほどの道がここから入ってきたんですけど、さっきの謎の脇道の一部というか全部かはこの府中馬借街道だったんですね。そしてここから出てきて、今ここの広域機関林道西武1号線かなを経由し、ここですね。トレイルランコースとしても兼ねられてるんでしょうね。という結果的にここへつながる道の一部が今の脇道の推しという感じですよね。はい、ちなみにおまけで、このさっきの
トンネル旧道側の今を映して帰って終わりたいと思います。さほど変わってはいないと思うんですけども、左へ行くと越前西武1号線かななるんかな。でこちらが旧道ですね。ただこの旧道なかなか渋くてなかなか綺麗に見えて意外と悪路っていうパターンなんですよ。かの昔は中山隧道ですか、あそこができるまでの旧道だったはずです。今の話、その竹生というところからこの海沿いの河野村ってところがあるんですけど、そこまでのルートの道なんですけども、そういった意味では今の馬借街道もありましたけども、結構その最短ルートに近いというか、そんな感じの道だったんで、意外と昔から重要な道だったんじゃないかなとは僕は思うんですけどね。かの春日野隧道というのがあって、そこを通っていって、海沿いに出るっていうのもありますけども、こちらから行った方がまあ早いんじゃなかろうかなと思うんですよね。ちょっと歴史的背景までちょっとあんま分かんないですけど、ただああやって馬借街道っていう昔からの道があったわけですから、それに付随してこの並行してるわけではないけど並んで走ってるような道がこうやってあるってことは重要な道だったんじゃなかろうかと思いますので、この旧道も重要な道の一つだと思います。ただ結構ガッタンガッタンですね。相当なガタガタ道です。舐めてかかるとまずい道かもしれないですね。このように川の道が川になってますね。これが続くとまあだんだんと道がえぐれていくわけですね。これ肉になってきた。で、中山隧道反対側となります。はい、ということですね。まあこの道も馬借街道の一つになってるのかな。そういうことで今日はこれまででございます。ありがとうございました。バイバイ。